はーい、もしもし皆様、こんばんは。ライと申します。本番組は R15 ヤンデレ乙女ゲームサイコカーストのラジオ、通称サイカーラジオです。ということで、パーソナリティはヤンデレ沼に沈んで早数年、沼の底から皆様においでしてます。不定形の何か県生産者、ライがサイコ高校放送部からお送りいたします。はい、ということで、第4回目となりますね、今回で。前回までのラジオは概要欄に多分、プレイリスト貼ってますっていうのでね、今回だけでも、ね、全然見れる内容にはなると思うんですけども、もし前までのが気になるよって方は、プレイリストから見に行ってみてください。ってな感じで、はい、先に改めまして、感謝を伝えさせていただきますと、サイコカースの本編ですね。一番最初に出たやつ、ちょっと画像を出しましょうか。これかな？これだな、多分。合ってました。こちらですね。一番最初に出したサイコカーストのやつなんですけども、こちらもうそろそろ 5000DL 突破しそうですっていうことで、たくさん遊んでいただいてありがとうございます。パチパチパチ。はい、こちらですね、ノベルゲームコレクションさんとブースで、今無料配布しているんですけども、ね、あと何人だったっけな、ちょっと今見てないんですけど、確か100人くらいで 5000DL 行きそうで、100人というかね、100DL くらいで、たくさん遊んでいただいて本当にありがとうございますって感じです。で、ぜひ 5000DL 突破させてやってください。はい。でですね、こちらの前作のやつと、あとね、アナザーエピソードってその続きにあるのよ。どっちもね、無料で公開してるやつなんでね、もし、まだ遊んでないよって方は遊びに行ってください。概要欄に、どちらものリンク貼っておきたいと思います。てか、置いてるかなもうすでに。多分置いてます。貼ってます。っていうのでね、よろしくお願いします。はい。でですね、今回どんな感じのお話していくのって話なんですけど、スケジュールが、こんな感じです。今ご挨拶なんですけども、ね、今回ね、新作、今作ってますっていうことで、そのお話を結構メインに置いてしていこうかなって思います。で、お次に、ゲーム制作の裏話で、いつも通りと言いますか、毎度おなじみ、ダイスで、チャプター何か決めて、で、出てきたやつのお話をしましょうって感じです。で、4番目、お便りのコーナー、今回3通くらいかな？なんか似たようなね、お便りが2通あって、ちょっとそれまとめてって感じなんで、実際なんか2通分ぐらいの内容になると思います。で、5番目、お別れの時間っていう感じで、そんな感じに今回進めていきます。でね、どうぞお楽しみって感じですかね。そうだな。挨拶これくらいにして、もう、いっちゃいますか新作のお話。そうだな。多分、本編のネタバレは新作のお話する段階ではしないと思うんだけど、ここから先のね、裏話とかになってくると、ゲーム本編とアナザーエピソード、すでに公開してるゲームの内容だね。が出てくる可能性もあるので、もしね、遊んでない方は、とかネタバレ気になるよって方は注意してください。思い切り話していくんで。はい。では、行きましょうか。新作のお話。はい。ということでね、こっちに移ってきたんですが、もうなんか出てますね。多分ちっちゃいと思うからちょっと大きくするんですけど。はい。ですね、今、新しく新作作ってますってお話なんですけども、そちらに出てくるのがね、新キャラって言っていいのかな？本編でも若干は出てきたけど、名前だけ。相馬楓さんって言います。相馬俊の兄です。っていうのでね、本編の方の、俊いたっけここ。いた。ちょっとバレンタインモードなんですけど、俊のお兄さんの新作を今作っております。っていうので、
ちょっとこれ多分見づらいよね。文字ちっちゃいよね。大きくしますね。あ、ここだったかな。わ、顔が近い。はい。でですね、あ、BGM 変えるの忘れてた。変えよう、せっかくだから。これにするか。はい。ではですね、こちら、番外編美術室の相馬くんというものを現在作っておりまして。はい。ね、それが新作なんですけども、よいしょ。これね、スチールの一部なんですけど、まあ、紹介のとこ読みましょうか。まあ、どんな内容なんっていう話なんですけど、ちょっと出しときますね。番外編ということで、サイコカーストの本編とは全く違う時空ですかねのお話、まあ、イフストーリーみたいな感じの内容にはなっております。できる限り本編のネタバレは言わないでおきますね。本編というか、サイコカースト、一番最初のやつね。のは言わないで言うと、ゲーム本編軸の1年前かなゲーム本編軸がね、入学違いますね。本編軸だと2年生だわ。2年生の4月スタートなんですけど、こちらは入学してすぐ入学して1週間とかそんくらいだったかなぐらいの時からスタートするお話ですっていうので、よいしょ、あらすじね。そうだな。放課後の美術室にはほんとした雰囲気の美青年がいた。あれ、結構君に美術部入ってほしいかも。おいでよ。あなたは誘われるがまま彼が部長をする美術部へ入部したが、どうやら、まあ、こちらの相馬楓先輩ですね。楓先輩には悩みがあるようで。だから、君も好きになったらダメだよ。なんて。みたいな感じの、そんな感じのストーリー、めっちゃざっくり言うとね。みたいな感じのを現在制作しておりますって感じかな。美術部部長な、天然光属性、ただ最終的にはヤンデレがめしますって感じの先輩に、人生狂わされちゃいましょうって感じの、そんな感じの内容かな言ったらあれだけど。はい。でですね、まあ、その楓先輩の話なんですけど、ね、最初から言ってる通り、ね、相馬俊のお兄さんということでね、中性的な美貌と、まあ、小柄かな感じの、まったりみたいな、そんな感じの性格で、みんなから愛される美術部の名物部長さんです。部長さんです、美術部の。で、入学して1週間友達作りに難航していたあなたを美術部に誘います。まあ、気遣い上手な感じで、人気も行動力もあって入賞するほど絵の実力もある。完璧に思えた彼だが何やら深刻な悩みを抱えているらしくっていうのでね、テーマからしてなかなかなんですけど、嫉妬かける毛質かける独占欲っていうことで、光属性と言っておきながらめっちゃ重たい属性兼ね備えてます。はい。な感じの、その楓先輩がメインのお話となりますかねって感じかな。まあ一応友情というか家族出演で春馬出てくるんですけど、まあ兄弟だしね。なん感じなんですけども、エンドとしてはだいたいまあ楓先輩のエンドかなーって感じかな。今んとこね、何エンドだったっけな。5エンドくらいだったかな。を想定してるというかね、現在制作段階なんで、実際どんな数になるかは、まだ確定はしてないんですけども。楓先輩の、ハッピー、メリバー、バットが3つと、ちょっと特殊なのが1つあって、で、最後の5つ目がなんか旬っぽい感じのエンドになるかなーっていう感じの、想定をしています、今はね。もしかしたらまた合体とか、
ったりとかで、ちょっとエンド数変動する可能性もあるんですけど、まあ確実に楓先輩のハッピーメリバパッドはあります。って感じのを今作ってます。で、そうだな、X の方でね、昨日、スーパー犠牲デーっていうのがね、タグがあって、ちょっと参加させてもらったんですけど、そこで、なんか内容、お気に入りシーンほんと、一部よ。一部だけ、動画で公開してたんで、せっかくだからこっちでも流そっか。よいしょ。ちょっと流しましょうか。少々お待ちを。これかなお。はい、じゃあちょっと見せましょうか。これですね、ちょっとだけ画質悪くてごめんね。はい。こちらの動画でシーンがちょっと見れるんすけど、ちょっと流しましょうか。流しますね。これ音出てるかなあ、一応黙りますね。ラジオで黙るとよくわかんないね。一応喋ろうか。はい。まあ、こんな感じのことを、重てえな。はい。まあ、こんな感じのシーンがあります。一番のお気に入りシーンですね。これね、私が作者視点だから、もしかしたら違うかもしれないんだけど、本編、ね、サイコカースト、プレイしたことある方だったら、なんとなく想像つくんじゃないかなーって感じのシーンではあるかな。思ってます、勝手に。ネタバレにならない範囲で私のお気に入りなのが、この時、楓先輩全然目にハイライトあるんですよね。はい、ということで、番外編美術施設の相馬くん、現在制作中です。応援してくださると嬉しいです。って感じです。よいしょ。ちょっとね、YouTube のやつだったからそれが見えちゃうんだけど。OK。はい。みたいな感じで、現在制作中でございますって感じかな。はい。で、言えるとこと言ったら今の段階ではここら辺までかなって感じですかね。なんでね。そうだな。あと、こちらですね、番外編美術室の相馬くん、体験版をね、ファンボックスで支援者の方向けに先行公開中ですって感じで、3章までだかな ?3 章までと、さっきのね、私のお気に入りのシーン、あれって、エンドの一部なんですけど、まあそれも、まあさっきよりちょっと長めで味見できる版、追加した体験版を、ファンボックスで公開しておりますって感じで、まあもし、ね、気になったら、支援者さんは限定にはなってしまうんですけども、まあ、遊んでみてください。一応ね、パソコン、Mac、Windows と、ブラウザ版も用意したから、スマホでも、ちょっと重めかもしれないけど、遊べるよって感じにはなっておりますかね。3章くらいまでなら遊べます。今の段階で。っていうのね、まあ、現在進行で作っております。こんな感じの内容です。かなぁ。新作については本当にそれくらいかな。これ以上言ったらね、ポロッとね、まだ出してない情報のネタバレも言っちゃいそうだからね。はい。っていうことで次のお話というかね、次のコーナーに移りましょうか。
はい。ということで、次のコーナー。ゲーム制作の裏話のコーナーです。いつも見たく、ダイスで何のチャプター話すか決めてやっていきましょうか。これまでに話したことがあるのがね、チャプター8の3だから、遊園地イベだね。よいしょ。あとは、あれだ、チャプター6の赤座相馬どっちもかなが話したことあったかなーって感じですかね。なんか抜けないよな。あとはチャプター10の相馬か。です。って感じで、それを抜いたやつでやっていきましょうか。じゃあちょっとダイス振っていきましょう。24だね。はい、振りまーす。1D24、えい。15。はい、数えていきまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。チャプター10の赤座。っていうので、あれだね、これは、チャプターの最後の最後なんで、あれが、橋のシーンか。はい、なるほどね。いいの引くじゃねえの。わかりました。そうですね、ここから先本編のネタバレ、サイコカーストの、一番最初に出たやつのネタバレバリバリに含んでいきますっていうか、結構終盤あたりのネタバレ含みますっていうので、もし遊んだことない方、ネタバレが怖いっていうかね、ネタバレが嫌な方は注意してください。では、ターニングポイントだね。よいしょ。はい、では、行きますか。ちょっと待って、思いっきり途中からだわ。はい、ちょっと BGM 消しますね。よいしょ。はい、これだね。で、はい、次の章へ進みます。はい、これです。チャプター10赤座告白という。皆さんが結構、ダメージ食らったシーンじゃないかな。ダメージというかね、ってなったシーンじゃないかなーって思います。どうしましょう。読み上げた方がいいかな。冷たい雨の中、傘もささずに歩く。これじゃカバンの中の教科書も全部水浸しになっているかもしれない。最悪ですね。でも、傘立てに傘なかった。また捨てられたんだ。最悪。耐えきれなかった。どんどんエスカレートしていく女子からのいじめ。他の人にバレないように、隠れて嫌がらせされて、今日なんて。暴れんなって、カノンも見てないで手伝ってよ。つもりさんが抵抗するなら、これネットに今すぐばらまくけど。最悪ですね、本当に。さっきあったことを思い出して、喉へ胃液がせり上がってくる。吐きそうになって口元を押さえた。これに関してはね、私の好みも入っちゃってますね。言ったらなんですがね、可愛い子好きなんですよね。これのサイコカーストのヒロインちゃんってね、結構それもイメージしてる感じで、言ったらなんですが、泣き顔の可愛い子。イメージで作ってたんで、ここで吐きそうになってるのは思いっきり私の好み出てると思います。胃酸で喉が焼けて気道に張り付くような不快感に涙がこぼれる。でも、けれど、溢れた涙も打ちつける雨と混じって形を崩し消えていく。濡れた髪が頬に張り付いて、惨めさにもっと涙が溢れてくる。ね、こういう雨の日とかに、土砂降りの日とかに傘とかなんもないの、本当に気分最悪ですよね。しかもね、これね、時期的にね、秋なのよ。
秋の雨だからめっちゃ冷たいの。っていうので余計ねっていう。このまま、深田くんが忘れ物取りに来なかったら、私、何されてたんだろう。想像もしたくないことですね。もう、下着姿、写真撮られちゃった。最悪ですね、本当に。踏んだり蹴ったり。思い出したらダメだ。そう。再生される記憶を振り払おうとしてもうまくいかない。まあ、半ばトラウマになっちゃってる状態なんですね、これに関しては。まあ、そりゃなるわ。怖いもん。ものすごい。どうしてこんなことに。そう足元を見つめて、ふと頭によぎったのは。四つ森さんって偉いよね。赤座くんの顔なんだよな。私に柔らかく微笑みかける赤座くんの顔だった。赤座くんが私に優しくするから。私のこと振ったくせにみんなに見えるところで思わせぶりなことして、赤座くんが私に構わなければ彼のせい。誰かのせいにしたくなっちゃうんですよね。こうなるとね。まあでも実際にね、そのせいがないとは言えないから、まあ実際そうなんだけども。ね、すべて、ね、シナリオ、てか内容、まあ彼が、赤座くんがどういう考えで動いてたのかとかも全部知っちゃうと、まあ、確かにそうだわってね。いや、全部悪いのも赤座じゃんってなると思うんですけど、けどこの段階のヒロイン、それわかんないんですよね。この段階だと、まあヒロインとのサイドからしたらね、まあ結構赤座くん構ってくれて、まあ優しくしてくれて、ね、それが女子の反感は買ってはいるんだけど、でもまあ、ね、悪いことをされてるわけじゃないから、直接ね。まあ、ただの優しさとも捉えられるんですよね。いやー。全部してから見ると、そう思うのも当然ってなるんですけどね。ここまで考えて、赤座くんを逆恨みしそうになる自分に、心底嫌気がさした。赤座くんは優しくしてくれたのに。私のこと気遣ってくれてたのに。まあ、全部したら、それだけじゃないけどねってなるけど。私、赤座くんのせいにしようとして、最低だ。でもそれを、まあこの段階だと自分を責める方に向いちゃうんですよね。自分がどうしようもなく卑しい人間に思えて、目が痛いほどに熱くなる。吐き気を覚えるほどの不快感が胸の奥を狭く。それが、これからずっと卒業するまで続くの。そう考えた瞬間、足元から地面がガラガラと崩れ落ちていくような、どうしようもない恐怖に見舞われた。そんなの、耐えられずはずがない。雨はどんどんと打ちつける強さを増し、全身が水を含んで体が重たい。やっぱり状況のパンチもすごいでっかいんですよね。ね、前に、ね、あんな陰湿な最悪ないじめがあった後に、まあ、この中でずぶ濡れで、体も全部冷たくて、でそれでさらに気分が沈み、赤座くんのせいにしようとしたっていうのでね、自己嫌悪が、さらに湧き上がり、っていう、どんどんマイナスの方向に落ちてる感じの状況なんですよね、この状況。秋の涼しくなり始めた時期だ。打ちつける雨は容赦なく体を冷やし、体が小刻みに震え始める。けれど、雨宿りをする気にもなれなかった。
あと、右手にある川の水位が増していることに目がいった。汚く濁った濁流が、すごい音を立てて流れている。その上にかかった大きな赤い橋から、目が離せなかった。で、そんな中にこんなもの見ちゃうから。道路には車が走るのみで、歩道を歩いている人はいない。もう全部が嫌だ。ふらふらとおぼつかない足がそちらに向かってしまっていた。っていうのでね、悪い方向へって思想というかね、考えが傾いていっちゃう状況でしたって感じで、ね、普段のヒロインちゃんだったら、そんな発想には至らないと思います。だからもしね、この雨とかがなくて、晴れてたりしたら、この発想には至ってないと思う。ただ、この状況は、本当に重なりすぎたよね。いろいろとね、悪いことが。から、そういうこと考えちゃうまで追い詰められてたって感じですね。橋の上から川を見下ろすと、普段は穏やかな川が、暴力的な濁流へと姿を変え、ここから落ちたらひとたまりもないだろうことが分かってしまう。ここから落ちたら、一発で死ねるかな。川の底を覗き込む。しかしその深さがわかるはずもなく、目から溢れた涙が、雨と混じって川へ落下していく。それとも、死ねずに溺れて、苦しんで死ぬことになるのかな。お母さんとお父さんは、悲しむだろうな。迷惑かけちゃうな。お父さんとお母さんが悲しむところも簡単に想像できた。でも、楽になりたい。もし死んじゃったなら、私をいじめた子たちも、見て見ぬふりした人たちも、みんな責められて苦しめばいい。破滅的な思考になっちゃってるんですよね。そんなことを考えてしまう私は、やはりどうかしているのだろう。川の柵の低いところに足をかけ乗り越える。すると体を遮るものはなくなった。あとは後ろの柵から手を離して、少し前のめりになるだけで、簡単に私の体はあの濁流へ叩きつけられるのだろう。下を見れば、コンクリートの柱に濁流が叩きつけられる様がありありと見えて、足がすくむ。痛いかな？痛いだろうな。指先が冷えて、感覚がもうえし、体の震えが止まらない。いざこの状況になると、その一歩を踏み出してしまう勇気すら出なかった。まあでも勇気すら出なかったって言ってるけど、まあ、ヒロインちゃんの場合は自分を引き止める存在のことも結構頭の中にあったからっていうのも恐怖以外であると思います。もう、やだ。嫌になる。うつむいて、涙がボロボロ濁流へ落ちていくのを眺めていた。何やってんだよ。突然そんな声が聞こえて驚いて、体勢を崩した。途端に身を包む浮遊感、視野の恐怖が全身に冷たく走った。っていうので、ここですね、本当にヒロインちゃん、こういう声かけられなかったら体勢崩すこともないんで、これは本当タイミングがいろいろと悪かったね。で、多分こうやって声かけられることがなかったら、もうそのまま、戻って、てかね、柵越えてるのを、まあ、元に、内側の方に戻って、そのまま帰るって感じになったと思います。というのでね、これあれですね、表紙の
表紙のやつですね。左手首をがっしりと掴まれ、体が柵に叩きつけられ衝撃が走る。チューブラリンの体で上を見上げれば、そこにいたのは高座くんだった。これね、このシーンね、サイコカースト作るにあたって、本当にかなり最初の方に思い浮かんだよね。ここのシーンが本当に、一番最初だったっけな。もうほんとそれくらい、ゲーム作るにあたって一番最初に浮かんだイメージがこのシーンでした。なんだろう、この雨とかね、雨の中とかそういうのは、さすがにふわっとしかまとまってなかったんだけど、大まかな流れで言うと、ヒロインちゃんがね、そういう追い詰められて、まあ、自滅的なというかね。まあ、この場合は飛び降りだったんですけど、まあ、そういった感じの行動に走りそうになるのをもう赤田くんが止めて、そこで気持ちを自覚するっていう、そのシーンが本当に一番最初に浮かびましたね。このシーンです。が最初に浮かんでました。それはそれでどうなのかよって思う気持ちもあるんですが、でもこのシーン目指して、ストーリーを進めてったかなーって、赤田くんのストーリーはね、って思います。だいたい私がそういうストーリー作ったりするのって、まあこういった感じのシーンを思い浮かんで、それをなんか繋ぎ合わせていく感じなんですね。最初どんなシーンがっていう、出会いはどんな感じで、まあこんな感じのイベントがあって、みたいなのを、まあ断片的にイメージして、そこを繋いでいく、間を繋いでいくみたいな感じで基本的にストーリー作ったりするんですけど、赤ずーとは本当にこのシーンだね。このシーンが本当に強かったです。打ちつける雨を遮る彼はとても焦って顔を歪めていて死を完全にした状況に、喉の奥がぎゅっと苦しくなる。本当に危機的な状況ですからね。命の危機。ハクハクと殺感音のような呼吸をこぼして見上げることしかできない。まあ、呆然とというかね。くそ。やつまりさん、俺の手首掴めよっていうので、まあ、珍しく焦っている。強い命令に反射的に彼の手首を強く握り返す。すると赤ずくんは全力を込めて私を引き上げる。塗装の剥げた突起に引っかかり、皮膚が裂けたようでじんと痛みが走る。痛い。とっても痛い。ちらっと体に目をやれば膝から赤い血が垂れていた。雨に当たり青白くなった肌に赤い線が走る。めっちゃ痛いやつですね。いやこれに至っては、やっぱね、橋とかね、結構古い感じの橋で。激痛赤春さん、お久しぶりにね、ラジオやっております。というのでね、今、チャプター10というかターニングポイントの赤田くんのとこのお話ししてるんですけども、これに至っては本当にこういった橋って結構、なんかトゲのあるというかね、なんだろうな、ビスとかかな。なんかそういった感じで出っ張りが結構あるイメージがあって、そんなとこで無理やり引き上げたらどっか怪我するよねっていうので、怪我しちゃうよなーって感じで、あとまあ、どれだけ必死だったかなっていうのも伝わるかなって思って、こんな感じの痛い感じになってますね。あ、変な名前にしてて恥ずかしい。あらららら。激痛いようになっちゃってますよ、今。柵を完全に越えたところで足に力が入らなくて倒れ込みそうになる。そんな私の手が掴まれた。
雨で冷えた皮膚を、茜の手のぬくもりが温めていく。すぐ近くで赤座くんの荒い息が落ちて、震えるほど余裕のない声を彼は絞り出した。これに関してはもう好きですね。普段ひょうひょうとしてるというかね、赤座くんの場合ひょうひょうとしてるというか余裕があるだな。余裕がある人のね、ちょっと乱れた感じの呼吸好きですね。何やってんの？ちょっと名前呼んでたけど、あえて名前呼ばずに行くか。ラジオだし。傘もささずに。その肩は暗く濡れている。私に当たるはずだった雨が赤座くんの体に打ち付けられて、どんどんと彼が濡れていってしまう。赤座くんの体の後ろに落ちて転がった傘の先端が見えた。落としちゃった。ちなみに、この後描写したかはわかりませんが、なんとなく傘は黒色のイメージです。赤座くん。聞いてるんだけど、何やってんの？そう強い言葉で言われて、はっと我に返る。私、飛び降りようと、でもそれしか、もう嫌で。ボロボロと涙が打ちつける雨に溶かされて地面に流れていく。早く謝らないとと思ったのにうまく言葉が出てこない。もうこんな状況ですからさすがに仕方ないよ。なんて。呼吸がうまくできず、ひっくり返るような声でつぶやく。そんな私の様子を察してか、一呼吸置いて、赤座くんは痛いぐらいに私を抱きすくめていた。私を包む彼の体は表面が濡れて冷たかったけれど、次第に内からの熱い体温がじんわりと私の体を生き返らせていく。ちなみに雨はまだめっちゃ冷たいです。なんでこれに関しては、体感もあるし、感情的にもあるだろうね。ほら、ゆっくり息して。大丈夫だから。ほら、吸って、吐いて。彼の声に合わせて深呼吸すると少しずつ呼吸が落ち着いてくる。でも、おえつが混じってちゃんと戻ってくれない。もう死にかけたからね。赤座くんの抱きしめる腕から胸から伝わってくる熱い体温に、さらにボロボロと涙が止まらなくて、ついぐちゃぐちゃな言葉を彼にぶつけてしまった。なんで優しくするの？これに関してはようやく言えたねって感じですね。これまでずっと胸の内に閉じ込めていたのが、この極限状態でついに漏れてしまったと。もう私はもうほんとよく言ったって思ってるけど。よく言ったよ。どういう意味？だって、やだ。私、愛したくないのに。ね、これまでのショーでね、ずっと胸の内に留めていた気持ちですからね、こちら。ひどい。そう自分でも整理のつかない気持ちを押し付けて脈じゃくってしまうと、彼が息を飲む音が耳に伝わってきた。それから赤座くんの体温が離れていく。私に触れていた手が遠のく。理不尽なことを言ってしまった。体からまた熱が抜けてしまうような感覚がした。それは、飛び降りようとしてる人がいたら、助けるのが当たり前だろ。ここで戸惑う、赤座くん。彼的にも感情の整理中ですね。
そういう赤座くんも珍しく、歯切れが悪いような気がした。戻ってます。彼が浮かべる困ったような顔に、私の涙はキュッと引いた気がした。ああ、赤座くんにも嫌われた。ほんと絶望的な心境ですわ。全身を蝕む絶望感に目の前が真っ暗になる。あの音が私の世界の音をかき消していく。そう。見殺しになんてできないし。いや、違う？ちょっと感情の整理中ですね。落差。何にもすがれない。平衡感覚すらも鈍って、ふらついて、倒れ込んでしまいそうになる。もうこの笑顔よ。作った当人が楽しそうにやってるとこだわり尽くしてるのを感じていいですね。あ、よかった。ただ作った時の感想を言ってるだけなんですけどね。いやでもね、本当にね、このシーンはね、いろいろこだわったというか、やってる人がこれ見てどんな気持ちになるかなっていうのを考えながら作ってますかね。まあ、できれば驚いてほしいなって思って。そんな私の手がまた掴まれた。あ、そっか。そっか。この状況でめっちゃ楽しそうに笑うんですよ。なぜか私の手を掴んだ赤座くんはどこか嬉しそうに笑っていた。彼的にはね、初めて自分の気持ちを自覚したシーン。ようやく自分の気持ちが分かって嬉しいっていうのと、まああとね、全部やってくださった方なら分かると思うんですけど、人好きになったことがない人だから、っていうので、本当にここが初めて、自分でも人を好きになれたんだっていうね。そういった感じの喜び込みで、これはね、素の笑顔だと思う。素の笑顔だと思います。こんな状況でやるなよって話ではあるけど、嬉しかった。嬉しくなっちゃったね。なんで、笑ってるの？ただしヒロイン視点から見てみると、ほんとわけがわからないっていう。これは君が好きだったのか。これが恋か。鋭く打ちつける雨の中、ぼやけるような視界の中でも、明瞭に彼の姿を捉えてしまう。その顔には状況にそぐわない、花が咲くような笑顔が浮かんでいた。ほんと嬉しそう。赤座くんの言葉の意味に、初めて見る表情の意味に、投資しそうな脳は理解してくれない。当然と彼を見つめる。嘘みたいな荷物を搬送するために、下の上で転がせば、彼は怖いんだもん。私をもう一度自分の胸へ引き寄せた。ほんと感情がね、ここでぐちゃぐちゃにされちゃうんですよね。嫌われたと思えばなぜかいきなり好きとか言ってくるし、でも雨超冷たいしっていうので、ぼふっと再度彼の体に収まり、雨が遮られる。冷たいというように、赤座くんは傘を拾って刺す様子もない。これに関しては本当にハイになっちゃったね。普段の彼なら普通に拾って刺してます。この状況は本当に嬉しくてハイになっちゃってますねって感じかな。じったりと湿った服は不快で、再度体温でぬるんできても、私の体の芯までは届かなかった。さっきの赤座くんの好き発言で頭の中こんがらがってさらに、もはや恐怖だからね。この状況だと。けれど、赤座くんの心臓がどこどこ脈っている音が、彼の肩に押し当たる方に伝わってくる。私、告白されてる。
こんな状況でするなんてね。ようやく頭が回り始めたの。夢のように現実味のない言葉を状況を信じられなかった。どん底まで一度落ちてしまった感情が、そう簡単に上がってこれなくて、つっかえている。これに関しては、もう、本当にかわいそうだよね。だって、順序立てて言うと、ひどいいじめを受けます。傘がなくなってて、仕方なく、傘もさせずに、帰ってる途中に橋を見つけてしまい、もう本当に、いろいろ耐えきれなくて、飛び降りたくなっているところを声かけられ、驚いて飛び降りそうになって、それを救われ、一回嫌われたかと思ったら、いきなり好きと言われ、脈絡もなく、っていう、わけわかんない状態ですから、そりゃ混乱する。そうですよ。そりゃ混乱しますよ、こんな状況。わけわかんないですからね。っていうので、本当ぐっちゃぐちゃ。本当にかわいそう。の状況で、しかも赤座くんがこれまで、ヒロインちゃんのことを好きっていう感じのあまり見せてこなかったから、なんとなくね、他の人たちよりは構ってもらえてるな。でもそれって、一番最初の段階で、自分がヒロインちゃんのこと振ったことを気にしてるから、構ってくれてるのかなって感じの、そんな感じの前提があったわけですから、こんな人がいきなりこんな状況でこんな告白したらそりゃ混乱するわ。少し腕が緩んで、間近で、彼のどこか嬉しそうな色を乗せた目が私をいる。気づくのが遅くなってごめん。君が好きだよ。急にね。ずっと気づいてあげられなくてごめん。これからは俺が君のことを守るから。君のこと助けてあげる。遅いわ。っていう。だから、俺と付き合おう。容赦なく体温を奪う秋雨の中、彼の言葉を初めて聞くような甘く重たい熱をまとって、私の耳に落ちてきた。赤色の選択肢は重要な選択肢ですっていうことで、ここで迫られる。雨の中。でですね、これの選択肢選んだら、そのままエンドに行っちゃうんで、エンド行かない方の選択肢選ぼうかな。ね、今回このターニングポイントだけなんで、これで、あれですね、はい、うんって言ったら、ハッピーエンに行くんで、嘘って言いましょうか。黒い。嘘。それは信じられるわけないよね。そんなこと信じられなかった。だって、昔私を振ったのは風くんで、風くんと私は見合わなくて、それで。と、風くんの胸板をして少し距離を作る。怖い。怖い目。嘘じゃないよ。俺、本気で言ってる。信じて。彼の目は真剣だった。まっすぐ見つめられて心臓をつかまれたような感覚に陥る。こんな、大切なものに向けるような真剣な顔を向けられているというの、どこか、怖い。状況に見合わなすぎて怖いですよね。彼の気持ちがわからなくて、怖い。でも受け入れてしまいたい私もいた。何も考えず、赤座くんの向けてくれる愛に使ってしまいたいって。思考を放棄したくなっちゃってるんですね。今の状況が状況だから。
いうので、重要な選択肢ですっていうので、ですね、これも、2回目なんですけど、はいを行くと、ハッピーに行っちゃうんで、ちょっとターニングポイントもうちょっとだけあるんでね、ちょっと嫌な方を選びます。いや。そう言って、私は赤座くんの体を完全に引き離す。初めてというかね、この状況で見せた拒絶ですよね。目が見れなくて、うつむいて、でも逃げ出すこともできなかった。怖い。怖い。いきなりハイライトなくした。やっちゃったなぁ。ちょっと追い込みすぎたか。そんな声が聞こえて、驚いて、彼の顔を見上げる。ようやく本性を見せました。そこには想定外に、いつも学校で見せるような爽やかな笑顔を浮かべた赤座くんの顔があった。ねえ、おかしいと思わない？俺がさ、君のこと好きだって言ってるのに、全部受け入れてあげるって言ってるのに。え？赤座くんの口から溢れた。赤座くんの口からこぼれたですね、これ。こぼれた予想だにしていなかった言葉に目を見開く。これは、なんて、そんなこと言う人だったの？好意を押し付けるような一言が意外すぎて、何も言えない。ここまで高青年な感じの顔しか見せてこなかったからね。ああ、間違えた。ごめん、今の忘れて。でも、無理だよな、もう。間違えた？まるで知らない人が目の前にいるような、さらにもやのような、不信感が膨らむ。この人は、赤座くんは、本当は、私の思うような完璧でしい王子様ではないんだ。彼も人間なんだと、今更再認識させられてしまう。好きだよ。なんで逃げるの？怖い。とても怖い。俺のことを好きって言ってたのに？それもう1年前のお話なんだよな。赤座くんは後去る私へと距離を詰める。知らない人のようで、脳がこの日は危険だと警鐘を鳴らしている。危機的本能。危機感が。危機察知能力が。ほら、雨強くなってきたし、風邪ひくよ。おいで。怪我の手当てもしてあげる。雨宿りしにうちにおいでよ。ね、寒いだろ？ほら、大丈夫だから。絶対大丈夫じゃないんだよな。そういう口調はいつもと同じで優しいのに、状況に合っていない。爽やかだと思っていた笑顔が、今表層だけ貼り付けたような、薄っぺらいものに思えて、不気味だと思ってしまった。優しくしてほしいよね。じゃあ、いい子にして。脅しです。完全に脅しです。このシーンはね、本当に、これ、ホラーじゃんって思いながら作ってました。怖って笑いながら作ってましたね。怖すぎる。これ、下手したらトラウマになる人いるんじゃねって思いながら作ってました。ちょっとギャップを逆に使いましたね。いいギャップじゃなくて悪いギャップの方で。
ホラーヤンデレ好きなんでいいですね。ああ、よかった。私もホラーなヤンデレ大好きで、ヤンデレ怖ければ怖いほどいいって思ってるんで。ここは全力で怖くしに行きましたね。その一言で確信に至るには十分だった。この人は、私の知ってる赤座くんじゃない。違う。これがきっと、本当の赤座くんなんだ。今彼を拒否したらきっと、この完璧で C 王子様の仮面が完全に外れてしまう。きっとその下にあるのは、もっと恐ろしいものなのだと、私はついた。はい。っていうことでね、今ちょっとフラグ的にね、数値が足りてないんで、ここのもう一つの選択肢の拒絶する方が出ないんですけど、ターニングポイントとしてはここまでですね。ここから先はもうエンドに入っちゃうんで、今回お話しするのはここまでになるかな。っていうんでね、とりあえずここまで来て、このシーンは本当に、これまでとの落差をすごい意識して作ってましたかね。これまでがね、結構赤座くんのルートって本当に青春って感じなんですね。少女漫画みたいな。なんか隣へ一緒に歩く機会があってデートみたいとかね、ときめいちゃったりとかね。でも振られてるしって、切なくなったりとか、別の子が赤座くんのことを好きらしいっていうので、応援してとか言われて胸がギュッてなったりとかね。そんな感じで、ものすごい少女漫画な感じの普通に青春してたんですけど、それが最後の最後にこうなるっていう。ので、作ってる最中はやりすぎてないかなーとか思いながらも、まあ状況的に、できる限り、衝撃が大きいようにというか、ね、どんな感情でも心揺さぶらせたら、それだけ、ゲームって、没入感が上がるって言ったらいいのかな、楽しめるって思ってるんですね。まあ、やりすぎたらね、その人にダメージを与えるまではしちゃいけないと思ってるんだけど、だからそのギリギリを攻めようって思って。はい、よくいる純粋で夢見がちな主人公と学園の王子様からの落差。そう、その落差。すごく意識しましたね。ようやく本性に気づいちゃったっていう。あと普通に、これまで優しくしてきた人がいい人だなーって思ってた人が実は裏でやばいことやってたっていうのが好きっていうのもあります。実は裏でいろいろ仕組んでました。赤座くんはほんとそういうタイプなんですけど、ね、彼根っこがね、サイコパスなんで、共感性が乏しくて、まあ、とりあえず、過ごしていくにあたって便利だから、にこやかな、高青年のふりをしてたというか、貼り付けてた。けど内心では、ね、何をしても、周りみたいに楽しめないし、あくまで、周りの人間を、駒みたいに思ってる？なんか役割を持った駒みたいな。まあ、そんなタイプだからね、ここでようやくその、仮面が外れるっていう。ようやく本性見えて怖えってなって逃げなきゃってなるっていうね。
でもここでちゃんとフラグを踏めてないと、拒否ることすらできないんですよね。冷徹で他人に興味がない人が本気で愛に気づいたシーンは最高ですね。でしょしかも、これは完全に私ライの好みなんですけど、そういうね、気づくシーンがドラマチックなシーンよりかは、こういう最悪な状況で、というかね、最悪なシチュエーションで気づく方が、私的にはとても好みで。なんだろうな。ここで気づいたからハッピーエンドに行きそうみたいなシーンで気づくのもおつなもんなんですけど、ね、こんなね、今のターニングポイントの状況みたいに、土砂降りの中、傘もささずに、お互いずぶ濡れで、体温も奪われてって、そんな状況でなぜか嬉しそうにしているっていう。そういう感じの一回やってみたいなーって思ったんで。このシーン思いついた時は、はしゃぎましたよね。めっちゃいいじゃんって。超怖いじゃん。底知れぬ不気味さがいいですね。でしょもうほんとね、前のラジオで言ったっけな、サイコカーストってね、本当はあんなに長くなる予定じゃなかったんですよ。ずっと言ってるんですけど、本来であれば、相馬くんの、もう片方のルートない予定だったし、赤座くんルートというかね、それだけで、一応ハッピーとバッター用意しようかと思ってたんだけど、そのレベルの予定だったんですよ。で、その時に、一番最初に浮かんで、もしね、その短いストーリーになるとしても、絶対に取り入れようと思ってたのもこのシーンなんで、最初振られてスタートで、その後なんやかんや、赤田くんとかと話すイベントがあった後にこのシーンに行ってエンド分岐みたいな。そんな感じで本当に初期の初期からイメージしてたシーンだから、このシーン出来上がった時は嬉しかったですね。今、シーン作りでも結構悩んだな。悩んだというかね、これね、この雨のやつとか、どうやってこの怖い感じ出そうかなとか、演出しようかなっていう、めっちゃ土砂降りなんですけど、この土砂降りのやつは私自分で作った動画なんですけど、このプロットの核なんだね。そうなんですよ。これだけは絶対にやるって思ってやってたんで。ここまでは絶対にたどり着くぞって。そういうモチベーションでもありましたね、このシーンが。途中のシーン作ってる時に、これ本当に完成するのかって思ってる時に、でもここまでは、このシーンまでは絶対行くっていうね。そんな感じの、私も結構励まされた。このシーンで励まされたのもどうかと思うんですけど。やる気にモチベにつながったシーンではありますかね。演出の話で言うとね、そもそもね、これ、場所をどうしようかっていうのは、本当に悩みました。今回ね、橋なんですけども、橋といってもね、赤い橋とか、鉄の橋とか、
なんかいろんな感じの橋があるじゃないですか。で、まあ、赤座し赤い橋で行こうかっていう、最終的に結構軽い理由で決めたんですけど。ですし、まあ、初期だったら橋とかじゃなくて、屋上とかにしようかとも思ってたし、まあでもなんか、せっかく赤座だし赤いものがいいなと思って、舞台がここになりました。でね、演出面で言ったらなんか雨音を消すとか、BGM を流すタイミングだとか、これね、実は薄く青っぽい感じのフィルターかけてるんですよね。普通のシーンと比べてもらったら若干赤ずくん青いと思うんですけど。で、まあ暗い感じにしてみたりだとか。まあそんな感じで結構演出面にもこだわりました。もしもう一回ね、遊んで見る機会があったらじっくり見てみてください。ってんの感じかな、このシーンに関しては。はい。裏話のコーナーでした。ありがとうございました。お。人が寄りつかなそうな感じが出てるから橋正解かも。ね。橋で、まあ、土砂降りの雨だったら歩行者とかもいないし、走ってるの車くらいだろうし、っていうので。まあ、そういうのもあったかな、やっぱり。屋上だったらね、まあ、二次元あるあるって言ったらいいのかな。開放されてる屋上とかもあるのかなーって最初は思ったりしたんですけど、まあでも、帰り道追いかけてきてる方が怖いよなって思って。赤座くんなんだかんだつけてるんですよね。あと、まあ、ヒロインちゃんが、まあ、通常の状態じゃなかったっていう、普通の状態じゃなくて、まあ、心配だったのもあると思うんですけど、ただ、とぼとも歩いてるところに、話しかけもせずに後ろついてきてるんですよね。めっちゃ怖くないですか？まあ、赤座くん的にも、自分が出てくるタイミングを見計らってたみたいなとこはあるんですけど、怖い。よく考えたらすごく怖いよね。そうなんですよ。よく考えたら実はずっと後ろついてきてるんですよね。まあまあ最後高校から橋までの道はそんなにめっちゃ距離があるわけでもないんですけど、ヒロインがね、電車通学だから、駅との間かな？最後高校と駅との間に橋がある。って感じで、まあそんな距離ではないんですけど、まあ、前の、まあいじめイベントの時に赤座くんが遅れて、やってきたことで、まあヒロインちゃんが、あれ以上ひどい目に遭わなくて済んだんですけど、まあその後ね、そこのいじめてた二人に、まあ赤座くんちょっと引き止められましてで、それが終わって、慌てて、というかね、落ち込んでるだろうな、というか、まあそんな感じで、追いかけてで、まあそうしたら、橋から飛び降りようとしてるもんだから、慌て止めたみたいな感じですかね。
だから、よく考えたら、赤座くんヒロインの帰り道知ってるんですよね。ちゃんと把握されちゃってましたね。はい。っていうので、お次のコーナーに行きましょうか。お次はね、よいしょ。今回、新作のお話があったんで、このままお便りのコーナー行きますっていうので、はい、行きましょう。ということで、お便りのコーナーのお時間です。はい、っていうのでね、サイコカーストね、お便り募集しておりますっていうので、サイコカーストのプレイし終わった後にアンケートがあるんですよ。で、そちらのアンケートで、赤座くんと相馬くんどっちが怖いかみたいなね。野望投票とかいろいろあったりするんですけど、その中でお便り募集しておりまして、で、そこでいただいたお便りだったり、あとはマシュマロ投げてくださった時にもらったお便りだったり、あとは YouTube のコメントとかかな。で、質問あったりとか、そういったものをお便りとして、紹介プラス回答していきたいと思います。ってな感じ。今回はね、ここから先ラジオするとき、2通ずつにしようかと思ってたんですよ。これまでね、結構、いっぱい答えてきたんですけど、よく考えたらラジオで答えるのって2通とかそんくらいだよなって思って。なんで、そんくらいにしようかと思ってたんですけど、今回はね、ちょっと、特殊で似た感じのお便り2ついただいてたんで、それまとめて、答えちゃうんで、3通読み上げていきたいと思いますっていうので、はい、ではまず1通目から行きましょうか。はい。ラジオネームシュリーさんより、バッドエンドで主人公を探している、看病している間はどんな気持ちで過ごしていましたか？赤座と相馬でそれぞれ答えてください。はい、とのことです。お便りありがとうございます。で、いいところですね。っていうのでね、簡単に説明すると、赤座の方がね、後、ヒロインちゃん逃げて、だけど追いかけてくるという。だけど赤座くん、数年後に、ヒロインちゃんの家に、やってくるっていう、恐ろしい展開なんですけど、もう片方、相馬くんの方が、あれですね、ヒロインちゃんが逃げようとして、上から花瓶が落ちてきて、そのまま寝たきり、看病するって感じのエンドですね。どっちも、反対だよね。いや、相馬の方は、なんか事故みたいなところもありつつ、恋みたいなところもありつつ、みたいな感じなんで、あれなんですけど、どっちもなかなかな、ヒロインちゃんにとっては完全バッドなエンド。なんですけど、はい。ではですね、順番的に赤座から行こうかな。はい。赤座と相馬でそれぞれ答えてください。とのことなんで、じゃあ、いつも通りになりきった感じで答えさせていただきましょうか。降りてくるかな、今。みつきちゃん隠れてってね。じゃあ、まず赤座からですね。俺が君を探してる間、なんでそんなこと知りたいの？いいか。辛かったよ。君のこと怖がらせただとか、気づくのが遅すぎたとか、どこで何してるか、俺を忘れて誰か他の男と過ごしていたらどうしよう。とかね。実際そんなことなかったわけだから嬉しかった。
これも初恋なんだよ、これでも。もう逃がさないから、過去の話だよ。怖いですね。もうね、説明させていただくと、なんだかんだで言っちゃえば彼も、初めて恋だと自覚した初恋なわけでして、結構手探りなところも手探りでここまでやるかみたいなとこありますけどね。あって、で、本当に、悩んだとは思います。初めて恋したと思ったらこんな激重だったからね。だから、結構、後悔とかもしてました。赤座の湿度が高い。いや、このエンドマジで湿度高いよ。本当に赤座くんバッドエンド塾では割と後悔してます。後悔してるっていうのは、なんだろう。相手のヒロインちゃんのことを考えてというよりかは、結果的にそうなったからみたいな。なんて言えばいいんだろうな。怖がらせたから逃げられたとか、もうちょっと早めに自分の気持ちに気づいていたら、難なく物にできたりとか、そんな感じの、自分の行動への後悔？自分の行動が握手だったことへの後悔なんですよね。だから、罪悪感ではない。です。本当にこの行動をしたからこうなってしまったって結果で考えてるんですよね。相手への開墾じゃなくてミスった後悔いや、ミスった後悔です。いや、そうなんですよね、本当に。赤座くんの性格的にそうなんですよね。やっちゃった傷つけたなっていうよりも、やっちゃった傷つけたから逃げられたんだなっていう。そんな感じの、やつです。こいつは。いや、だからこそいいんですけどね。で、後悔はしてくれてました。共感はしてくれてないけど。です。赤座くんはこんな感じです。じゃあ次はですね、相馬くんですね。はい、相馬くんです。あんたが話せてるだけで幸せ。おかしいよね。でも、すごく嬉しい。あんたのこと看病してる間、辛かったよ。あんたがそうなったの僕のせいだし、看病なんてなれないことして、間違ってたらどうしようとか思ってさ。でももう離れたくなかった。幸せなんだ。こうして一緒にいられるだけで、僕は幸せ。ってな感じで、相馬くんは、後悔してます。はい。どっちも後悔してます。相馬くんの後悔は、ひどいことしたって後悔もちゃんとあります。相手を傷つけたっていう後悔もちゃんとあります。
でもね、一番はね、自分のやった行動で、ヒロインちゃんが寝たきりになっちゃった。しかも、目がね、結構な間、植物人間な状態だったんで、それでずっと話せなかったから、その分、ね、毎回お見舞いに行ったりとかね、ヒロインちゃん話せない状態だけど、とかしてたんで、その間に積もりに積もったやつがあります。だから結構反省してます。さすがに。相馬くんの方がね、ちょっと、怖いもんなしなとこがあるので、ね、やばい報道にね、赤座くんよりも、その犯罪方面だったりとか、そういった方向に走りやすい面はあるんですけども、でも、しっかり、反省はできる子です。はい。相手の気持ちを考えた反省はできる子です。共感力は、わりかし高いんでね。相手が何を考えてるかっていうのは、比較的、わかる方ではあります。相馬くんは。だから、ヒロインちゃんが自分を恨む気持ちもわかるし、でも一緒にいてくれる今の状況幸せだなーってなってる。けどそう思ってる自分も最低だよなっていう自覚もしてるっていう。そんな感じですがね。はい、みたいな感じです。どっちも後悔はしてます。かなー。意外といろいろ考えてた。意外といろいろ考えてます。赤座くんは自分のやったことは失敗だったなーっていう後悔。相馬くんは、ヒロインのことを取り返しのつかないぐらいに傷つけちゃったなーっていうのもあるけど、でも今一緒にいてくれてる状況ってすごく幸せだよなーとも思ってる。だって自分がね、お世話しないと何もできない、どこにも行けない状態ですよ。最悪な状態だけど、自分の手に入ったっていうので、そういう満足感も覚えてしまっているっていう状況ですね。どっちもどっちです。ね、この二人のね、バットに関してお互い逆になっても面白いなぁとも思うんですよね。いや相馬俊のアナザーエピソードは、赤座のバッドエンドの相馬くんバージョン的なとこがあるんですけど、逆にね、赤座の方が、相馬俊の方のバット見たく、なんだろうな。赤座くんの場合はあれかな、あのまま飛び降りちゃって、それで渋滞にとかになるのかな。植物人間になっちゃうって感じになると思うんですけど、なぞるんだったらね。そしたらどうするだろう、赤座。まずは、いじめ相手は絶対断罪するね。で、そこの罪は絶対に、証拠うんぬん出して、絶対に釣りますね。で、いやでもその後の行動が、あれかな、看病というかね、通うお見舞いに行くと思うんですけど、
いや、ただ、そのままじゃんみたいに自分のとこに連れ込んでみたいなのはしなさそうだな。赤座くんは性格的に犯罪とかにはあんまり手出さないタイプなんで、ギリギリのグレーゾーンを攻めてくるんで、言うても通い詰めるくらいになりそうな気はするなぁ。しかもその場合、赤座くんの目の前でね、飛び降りちゃってるっていうことは、あれですよね、告白とかも一切聞いてない。される前にやっちゃってるから、あれヒロインちゃんの感情は割とそんなに悪くないな。方に向けてる感情結構クリーンな状態だな。クリーンって言ったらなんですが、最悪の告白シーンを目撃してないので、ねえ、自分が10代になってからもずっと通い続けてくれてるっていうので、その状況で赤座がくくったらなんかいい感じに丸く収まりそうな気がしてきました。丸く収まるというか、普通な感じで、いい人の仮面が剥がれないままそのまま、なんかいい感じにくっつきそうな感じになりました。まあ、ずっと剥がれないっていうのはないと思うんですけど。まるでけなげで誠実な人みたいだ。ね。そうなんだよな。結構丸く収まりそうな気がしてきました。それはそれでいいですね。怖くて。はい、まあ、そんな感じかな。お便りありがとうございました。では、続きの、2通目と3通目が似た感じの内容でしたんで、順番に読み上げてから回答させていただこうかな。はい。ラジオネーム、ゆきもちさんより、カエルさんのビジュアルがとても気になります。相馬くんとは顔がそっくりとはいえ、相馬くんと髪型が一緒なのか違うのかとか、どんな服装をしてたのかとか、カエルさんの見た目、好み、性格など、いろいろなことが気になります。もしよろしければそのあたりを聞かせてもらいたいです。では次、ラジオネーム、とこめいさんより、初マシュマロ失礼いたします。ね、マシュマロでいただいたんでね、マシュマロですって。昔もサイカーやっていたのですが、最近またやりたくなったのでまた始めました。嬉しい。早速ですが質問です。しゅんくんとカエデさんが似てるとのことなので、髪型について質問してみようと思うのですが、ズバリ、カエデさんにもアホ毛はありますか？どのくらい似ているのか気になる。ということでね、お便りありがとうございます。で、カエデさんについてなんですよね。っていうのでね、新作の制作中だよっていうのでね、ちょっとは出しましたが、よいしょ。こっちでも、もう一回出しましょうか。カエデさんのビジュアルね。よ。ちょっとそうだな、この画面で引っ張ってくるか、少々お待ちを。ちょっと画面に画像を表示します。でっかかったらごめんね。カエデさんのビジュアル、キャラクター紹介のやつでいいかな。全部が埋まった。ちょっとちっちゃくしますね。はい。こんな感じでーす。アホ毛あります。よいしょ。一応立ち絵では、シュンと逆向きのアホ毛っちゃアホ毛なんですけども、このアホ毛結構動くんで、同じ方向に向くこともあるんで、まあ大体同じと思ってもらって、ですね。髪型については、後ろで結んでる感じですね。ただ髪を下ろすと結構そっくりだと思います、髪型。
あとは、若干前髪部分をピンで留めてます。ヘアピンで。なんで、カエルさんの方がほんと若干髪長いと思います。結べる程度。で、服装は同じです。ですね。そうだな、相馬俊の全クリア5得点のところにちらっとだけ書いたんですけど、俊の着てるカーディガンって楓さんのお下がりなんで、このね、新作の本編開始の1年前の時間軸なんで、その段階では、俊がカーディガン着てなくて、楓さんがカーディガン着てます。ってことで、服装もほぼ同じですかね。まあ、強いて言うなら、ネクタイ結ぶのが下手です。で、まあ、見た目はこんな感じで、好みか。そうだな。彼の好み。まず、絵を描くことは好きです。美術部部長だから。あと、創作関係大体好き。私、音楽系も好きですね。なんだろうな、感性に訴えかけてくるタイプのものが好きなのかな。逆に、勉強とかは苦手なタイプですね。そんな感じかな。性格は、ふわふわしてる。ふわふわしてるというかね、おおらかで、とかそんな感じで書いてはいるんですけど、ほほんとしてるというか、なんだろうな、なみなみの伸ばし棒が毎回つく感じ。なんか見せれるセリフあったっけな。ここに書いてるセリフがなんか重たいんだよね。このキャラ紹介のとこに書いてるセリフが全部重たいから、もうちょっと軽いセリフを探してみようか。よいしょ。作中のセリフだと、鼻歌歌ってんな。ふん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 みたいな。結構鼻歌歌うことが多かったりとか、自己紹介のやつあったな。自己紹介まだだったね。俺は相馬楓。青い誠に木に風の楓って書いて相馬楓。一応俺部長なの。みたいな感じのふわふわーっとした感じです。まあ、ね、この楓さんがね、結構、ね、光属性な感じというかね、人気者でって感じの、赤座とはまた違うタイプの人気者なんですね。なんだろ、赤座が、完璧すぎて人気というかね。そんな感じの、カリスマ的な感じだとすれば、楓さんはね、親しみやすい。とにかく。声ぴったりやん。よかった。親しみやすい感じ？なんていうのかな、かなり共感力高いですね。困ってる人がいたら、結構、気を使ってというか、気を使いつつも話しやすいように話してくれるって感じ？
だし、まあ、ヒロインちゃんを美術部へ誘うんですけど、そういった時もね、結構入りやすいように誘ってくれるんで、人当たりがいいんだ。あ、そうなんですよね。まあ、そうだなそんな感じで、結構ね、人当たりがいい感じで、話しかけやすい雰囲気も、まあ、ありつつ、ちょっと抜けてるところもあるから、完璧すぎないっていう感じ親しみやすい、本当に。だからまあ仕方ないなーってなるところもありつつっていう、人に好かれる人ですね。あと、相馬俊の兄だから、かなりメロいです。相馬俊の喋り方が結構楓さんに影響を受けてるので、なんか例挙げれるかなあ、そうだ。相馬俊ってね、ヒロインのことちゃん付け呼びするんですよ。それは楓さん譲りですね。とか、まあ、たまに間延びした感じの話し方するのは楓さん譲りです。な感じかな。言っちゃなんだがダイが一番好きなのは、実は楓さんです。あ、みずきちゃんは万年優勝なんで、今回は除外してます。ちょっとメンズの中だと楓さんです。まあ、一番好きかな。まあ、他二人が怖いのもあるんですけど。まあ、とはいえね、そんな楓さんもちゃんとヤンデレですから。正確にヤンデレ化するって感じなんですけどね。詳しくはね、さすがに新作のネタバレになっちゃうからあんまり言えないんだけど、でも、ヤンデレ化すると言っても、基本的に光属性は貫いていこうと思います。だからまあ、ゲームの最初と終わりで性格が完全に変わるなんてことはないので安心してください。基本的にね、ちゃんと光属性のまま終わらせようと思ってます。ただしヤンデレでね。まあ、どこまでね、光属性残しつつできるかっていうのは私の手腕に関わってくるわけですが。そんな感じかな、楓さんについては。性格についてはまあ、そんな感じです。明るい人です。あと、おまけ程度にあれだね。相馬俊と楓さんの喋ってるところが見れるので、相馬俊の方も結構新しい見れるかもね。そうやって兄弟でちゃんと話すシーンってこれまでなかったので。まあ、こっちもこっちでね。また変わった一面が見られるかと思います。残念ながらね、赤座くんとみつきちゃんは、
ちょっと時間軸の関係上で出てこれないんですけど、だってね、入学してすぐだったら、どっちもと知り合ってないんですよ、まだ。いや、まあまあまあ、同級生っていうので、そういった感じの関係性はあるんですけど、ただね、赤座くんに振られたのが、夏頃 ?1 年生夏頃で、そって振られた後に、バイト始めてみずきちゃんと知り合ってるから、みずきちゃんと仲良くなってるから、入学の段階まで遡っちゃうと、この二人とまだ知り合ってないという、状況になるから、基本的に新作で出てくるのは、相馬兄弟かなーって感じですかね。です。なのでね、またね、しっかり会えるの楽しみにしてみてください。ね、一足先に見てみたければ、ファンボックスで先行版の配布、支援者様限定ですがやっておりますので、遊んでみてくださいねって感じかな。はい、素敵なお便りありがとうございました。はい、ではですね、まあこんなもんかな、お便りについては。ね、お便りですね。はい、まあ一番最初にも言った通り、アンケートでね、全クリア後のアンケートで募集してたりだったりとか、まあもしもう出しちゃったよーっていう人だったり、ね、新しく質問したいっていう人がいましたら、まあこの動画の、サイカーラジオの動画のコメント欄だったりとか、あとはね、概要欄にマシュマロで質問箱載っけてるんで、マシュマロで送ってください。まあ、北順になるんで、結構後ろの方にはなってしまうんですけども、まあ、送ってもらったものはこうやってね、サイカーラジオとかで答えさせていただくので、もしよろしければお願いしまーす。です。では、次のコーナーに、最後のコーナーですね、移っていきましょう。ということで、ね。結構なかなかとやってきましたね。サイカーラジオお別れの時間となりました。はい。というのでね、もう下校時刻です。はい。まあ、今回もね、こんな感じでやっていったんですけども、いかがだったでしょうか？こっちじゃなくて、ちょっとスライド表示しようかな。はい。ねえ、ここまで見てくださり、ありがとうございます。名残惜しいですが、エンディングのお時間になってまいりました。ねえ、こちら、お便り、またね、たまり次第次回も行っていきますのでね、まあ、どしどし、お待ちしております。こちらのサイカーラジオ、お便りが溜まったらやるって感じになってるんで。ね。お便りが多く来る分、頻度が増えます。っていうのでね、また次回欲しいなと思ったら、まあ、なんでもいいかな。サイコカースト関連だったら基本的になんでも OK。ただし、映せる内容ね。映せる質問ね。みたいな感じで送ってくだされば取り上げさせていただきます。匿名 OK です。何でもできてすごいですね、ライさん。ありがとうございます。いや、何でもはできないんですけども、まあ自分のできる範囲ではやっていこうかと思います。ではですね。ですね。まあ、最後に宣伝やら何やらをいろいろさせてもらってからいつも通り終わっていきましょうかね。じゃあ、まず一つ目。はい。ファンボックスですね。ですね、実は今ですね、ファンボックスでサイコカーストのノベル版連載しております。今は、よいしょ。
あれですね、11章まで進んでおりますね。ですって感じで、こちらゲームとはまた違った感じのエンドにたどり着く予定です。で、ゲームにはなかったエピソードだったりとかも追加されていきますので、言ってますので、ね、こちらのファンボックスの支援者様限定にはなっているんですけども、無料で公開してる範囲もあるんで、ね、もし気になった方は読んでみてください。概要欄にファンボックス載せてたかな？あ、ファンボックス載せてますね。そこから飛べるかと思います。のでね、気になった方読んでみてください。本当にエンドは全く違ったものになります。ね、今ね、11章まで来てね、新キャラが出てきてて、ゲームにはいなかった子ね。まあ、正確にはゲームに今後出そうかなって思ってる子を先行で出してるって形にはなってるんですけども、今一人新しい子が出てきてて、紫の名前がつく子なんですけど、あとはみずきちゃんの弟が今後出てきます。っていうのでね、全然違った方向に進んでいくので、楽しみにしていてください。でですね、まあ、よいしょ。改めまして、新作作ってますっていうことで、まあ、そちらはこの楓さんが出てくるやつです。まだね、制作途中なんで、いつ頃に出せるかっていうのは言えない段階なんですけども、まあ、自分のペースで制作進めておりますので、楽しみにお待ちくださいって感じかな。なんかね、楓さんのね、美術室の相馬くんっていう、まあ、番外編のタイトルなんですけども、のやつ書いてると、なぜか知らないけど今、ヒロインが病み始めました。なんでなんでしょうね。今ね、ストーリー書いてるんですけど、楓さんじゃなくてヒロインが病み始めて、あれれーって、思いながらシナリオ書いてますね。ヒロインちゃんが、これまで結構、病んでるホイホイだった感じじゃないですか。まあね、言っちゃえば、まあ優しいし、まあ控えめかと思ったら踏み込むところには踏み込んでくるし、まあ相手のことをね、かなり気遣ったりとか、してるし、あと泣き顔が可愛い。っていうので、ね、ヤンデレホイホイだったんですけど、楓さんはヤンデレ製造機だね。ちょっと行動が行動だけに、まさかのヒロインが病み始めるという展開になってきました。頑張ってほしいですね。はい。お次。最後カーストですね。今ね、LINE スタンプ出してて、沼系？あ、そうだね。沼系だね。沼系で出てたのは、この、ね、相馬俊馬なかなかの沼系なんですけども、別ジャンルで沼系だね。相馬俊馬ヤンデレホイホイっていうか、ヤンデレ製造機ではない気がするな。沼るけど。どちらかというとメンヘラに好かれそう。っていう、うん、そうですね。ヤンデレというか、超依存したい人に好かれそう。な感じがある。楓さんは、あれだね。自分のものにしたいってなるタイプの人この人は自
自分で繋ぎ止めておかなきゃどっかに行っちゃうって感じの雰囲気がある人なんじゃないかな。はい、お話がそれましたね。サイコガースト LINE スタンプ出しておりますっていうのでね、まあ、今流れてるんですけど、こんな感じのバリエーションとなっておりますね。気になった方調べてみてください。ね、もしよかったら使ってくださると嬉しいです。こちらも概要欄に貼ってますね。いろいろ貼ってますね、私。のでね、気になった方チェックしてみてくださいって感じかな。今いろいろ流れておりますね。よいしょ。で、まあ、改めましてね、なんですけどね、サイコカーストのこの、本編何もついてないやつサイコカーストと、あと、アナザーエピソード、ソーマシュンのやつですね。こちらについては、ノベルゲームコレクションさんとブースで無料配布しているものとなりますのでね、もし遊んでない方がいましたら、ぜひ遊んでみてください。ね、今回はね、主に新作の話と、あと、赤座くんのターニングポイントとかの話してたんですけども、ソーマシュンの方もやばいから、もしやってない人は、遊んでみてください。どのエンドも、やばいです。はい。プラスでね、皆様にですね、ファンの皆様にご支援も募集しておりまして、ね、こうやって、ブースの方なんですけども、ま、エンドカードがご支援していただいたエンドカードが手に入ったりだとか、アナザーエピソードの方だと、後日談の短編小説がありますって感じなので、ね、気になった人、ぜひご支援してもらえると嬉しいです。あとね、ファンボックスもやってるんで、ファンボックスだとね、後日談の小説、今んとこ2つ出してるかな。2つと、ノベル版のサイコガーストと、あとは新作の体験版だ。とか、ありますので、ね、ぜひとも、気になった方、ご支援してくださるって方は、よろしくお願いいたします。ね、個人で制作しているものですので、ね、どうしても今後のね、展開考えてくると、そういったね、資金が必要だっていうことと、あとはモチベの継続ですね。これかなりでっかいんですけど。モチベーションの継続っていう意味で、ね、ぜひ応援してくださると嬉しいです。やっぱりね、金額云々って話よりも、あれだね。誰かが自分のために、そうやって資金を出してくれているってこと自体がモチベーションにつながるんですよね。こちらでご支援いただいたお金はね、貯めさせていただいて、今後のサイコカーストの展開に使わせていただこうかと思っております。ちゃんと帳簿つけてます。っていうのでね、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい。で、今回というかね、宣伝するのはこれくらいかなーって感じですかね。長々とお付き合いいただきありがとうございます。よいしょ。では、はい。終わっていきましょうか。もう2時間いきますね。はい。では本日ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。で、もしよろしければいいなと思った方はチャンネル登録、動画の高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をした後に通知オンにしていただければ次の配信がある時もすぐに通知が飛びますのでそちらももしよろしければお願いします。ということでね、今後もサイコカースト、あとライをね、よろしくお願いいたします。以上、お
お送りしたのは岡田来でした。では皆様いい夢を見てくださいね。先生、皆さんさようなら。はい、下校してください。もう下校の時刻です。では、おやすみなさい。皆様いい夢を。生徒の皆さん、下校の時刻が近づいてきました。まだ校舎に残っている生徒は、荷物を片付けて下校してください。繰り返します。生徒の皆さん、下校の時刻が近づいてきました。まだ校舎に残っている生徒は、